このワールド始まってから4日目なんですけど、もう鉄不足です。ということで今回は、効率を極めるサバイバルシリーズで作った限界効率のゴーレムトラップ。これをさらに進化させた毎時20万のゴーレムトラップ作っていきたいと思います。その前にまず謝りたいことがあるのですが、このゴーレムトラップ、毎時14万の鉄が手に入るって言っていたと思うんですけども、実際は毎時11万の鉄しか手に入りませんでした。ゴーレムトラップってポピーも手に入るんですけど、おそらくその時の自分はポピーも合わせて毎時14万だと勘違いしたんだと思います。ただ今回はですね、ちゃんと計測しまして、鉄が毎時16万でポピーが毎時4万の合計20万のゴーレムトラップを作っていきます。なので前作った装置の 1.5 倍になります。それでは早速やっていきましょう。まずですね、前回編集してる間とかにこちらのワールドかなり進化しました。まずはですね、こちらの拠点、皆さん前回見たと思うんですけども、これの近くに五重の塔が建設されていました。この序盤の資源が少ない状態でこれ作れるのは本当にすごいですね。で、サイズもこれだいぶでかくて、近く行った時ちょっとびっくりしました。そして2つ目がこのガストファームですね。ガストはガストの波だと火薬ドロップするんで、どちらもまあまあ使うんですよ。なのでこれも序盤に作るファームとしてはだいぶ優秀なものなんじゃないでしょうか。現世側には処理層があってこんな感じになります。で、チェストの中身を見た感じ、効率も申し分ないですね。そしてゾンビピグリントラップの隣にピグリン交易所ができてました。この装置があればソウルスピードのエンチャボンとか、あとはナーク黒曜石がねいっぱい手に入るので、この装置にもしばらくお世話になると思います。建物の上にピグリンの顔があってちょっといいですね。で、中も巨大な倉庫があって、もうすでにね、いろいろ入ってます。まだまだこれ以外にも紹介できるものはたくさんあるのですが、動画の長さがとんでもないことになってしまうので、本編に移りたいと思います。ではまず、ゴーレムトラップの材料を集めなきゃいけないんですけど、材料リストがこれですね。トータルブロック数が8万。これは現世側の材料なんですけども、装置の中ではまあまあといったところでしょうか。ゴーレムトラップとしては結構な量のブロック数にはなります。それでも基本的なブロックはハーフブロックとガラス、そして黒曜石、パワードレールですね。ここら辺しか特にたくさん使うってことはないので、比較的簡単に集まると思います。これらの材料は装置を設計している間にほとんど集めてくれたので、あとは追加で必要な部分を少し集めるだけになります。集まるとこんな感じですね。シルカーボックスに収めるとこのくらいなんで、すぐに出来上がると思います。でですね、ゴーレムトラップ作る場所なんですけども、限界効率と歌っているように、サーバーがラグるかラグらないかのギリギリのラインを攻めていきます。つまりですね、このゴーレムトラップを動かしている間に他の場所で作業がなかなかできないんですよ。ということで別ワールドで作ります。前回も紹介したようにワールドが何個もあります。なので今回は回路用の専用のワールドで作ります。今後ね、こういった大規模系の装置はこちらで作るようになります。そしてアイテムの共有がどうなるのかというと、このサーバーはプラグインサーバーじゃなくてモッドサーバーなのでアイテムの共有はできなかったんですよ。ですがこのサーバーをマネジメントしてくれている羽根さんが専用のモッドを作ってくださって、エンダーチェストを介して共有できるようにしてくれました。なので生活サバで手に入れたアイテムを回路サバに持っていくことができます。これはできることが広がりますね。とは言ってもですね、問題が一つあります。ゴーレムトラップって皆さんご存知の通り村人をたくさん使うんですよ。そして今回使う村人の数がなんと1974人です。およそ2000人近くの村人が今回装置のためにね使用されるわけなんですけども、さすがにワールド間での村人の移動はできません。生活サバでは一応村人ブリーダーがあってある程度の村人いるんですけども、こちらの村人は一切連れて行くことができないんですよ。なので村人ブリーダーを回路サバの方にも作らないといけません。ではまずゴーレムトラップの材料を回路サバの方に移動していきます。はい、これで全部移動し終わりました。で、ここはスポーンチャンクなんで、ここにはさすがに作れないんですよ。なので、一旦遠くに行って、そこで作ろうと思います。場所はだいたいここら辺で大丈夫ですね。スポーンチャンクからも離れていて、周りには特に何もないと。このワールドまだ入ったばっかなんで、何もないのは当たり前なんですけど、ここに作っていきます。で、前回同様、二手に分かれて作業を行っていきます。まずはこちらでのゴーレムトラップ作成班と、で、ちょっと離れたところに村があるので、そちらでは村人ブリーダーを作ってもらいます。では早速、ゴーレムトラップ現世側本体を作っていきたいと思います。
これで1層目完了です。前回作ったゴーレムトラップとほぼ構造は同じです。下に村人を置く場所とゾンビを置く場所があって、でその上にゲートがあって、そこにゴーレムがスポーンする感じになります。前はレッドストーンで信号を送ってたんですけども、今回はレールとオブザーバーで送るようにしました。そこら辺が前作ったやつと大きく違う点ですね。では残り10層あるので一気に作っていきましょう。これで現世側完成になります。前回の 1.5 倍の大きさということもあり、かなりのでかさですね。そして現世側の装置作っている間に、私はネザー側の処理層部分作っていました。前のゴーレムトラップよりも効率がいいので若干大きくなってます。で処理層部分とか前よりも良くなってて、だいぶ使いやすくなってるはずです。ネザーが出来上がるとこんな感じです。フィルカーボックスローダーがあったり、ボックスディスプレイやマスクラフトできる装置もあります。これで現世側とネザー側の装置本体は完成しました。ただですね、これはまだ序盤なんですよ。ここからが大変で、村人を入れる作業、ゾンビを入れる作業っていうのが待ってます。とりあえずこのゾンビが入るところ上から落とそうと思うんで、一旦全箇所穴を開けていきます。そして村人ブリーダーが必要なんですけども、それはゴーレムトラップを作ってる間にこちらで制作されていました。これで完成ですね。なんとこの装置1時間で500人もの村人が生まれてきます。めちゃめちゃ効率がいいです。この装置にも村人を入れていかなきゃいけないので、とりあえず搬送していきます。これ全部で48機もの村人ブリーダーをまとめて1箇所に作ってあります。なので1機だけでも村人配置すれば、そこから村人増えていくので、そこで生まれた村人を他のブリーダーに配置してっていうのを繰り返してだんだん増やしていきます。とりあえずこれで全部配置が終わりました。村人が生まれてくる時間帯どうやら決まっているみたいで、こんな感じで一気に流れてくる時があります。次はこの村人を移送するための経路を作っていきます。ネザーの天井上はもうすでに解禁されてるので、そこにレール敷いてネザー経由で運ぶ線路を作っていきます。そしてゴーレムトラップの上空に出るようにして、そこから村人を落とす真上に道を敷いていきます。これは前回のゴーレムトラップ作った時と同じですね。村人輸送のルートも確保できたので、これから村人を増やしていきます。少なくとも1900人が必要ということなんで、とりあえずまずは2時間放置してみようと思います。はい、あれから2時間経ったんですけど、もうすでに音がやばいですね。で、絵面もちょっととんでもなくて、苦手な人いたらごめんなさい。ただですね、これでも村人430人しかいません。まだ5分の1しか足りてないんですよ。で、どうやらこれ以上村人が増えると圧死してしまうみたいなんですよね。マイクラのモブって1マスに何十体も入ると圧迫されてダメージを受け始めるんですよ。なのでそれによって今臨界点が430人っぽいんですよね。ちなみにブリーダー完成後に子供から大人へ成長する瞬間を捉えました。こんな感じで一気に大人になってこの水路流れてくるんですよね。ちなみにこの村人が溜まってる場所に飛び込むと抜け出せなくなります。皆さんもこのようにね、村人がたくさんいるところには突っ込まないようにしましょう。ではいよいよ村人を搬送していくんですが、マルチという利点を生かしてここからネザーに送る人と、ネザーからゴーレムトラップに送る人、そしてゴーレムトラップ側で村人を配置していく人に分けてやっていきます。ではゴーレムトラップに村人を配置していきます。もうすでにネザーから大量の村人が送られてきていて、若干圧死してるんですよね。村人の輸送は前のゴーレムトラップと同様にアクティベータレールでトロッコから下ろして下に落とす感じになります。そして下側では水で受けて3人溜まったら1個上に行くっていうのを繰り返していきます。これで1列目終了ですね。この1列にすでに30分かかってるんですが、あとこれを45回以上繰り返さないといけません。さすがにこのままだととんでもない時間かかってしまうので、ここでレールを分岐させて2箇所でやるようにしました。これで作業効率は2倍ですね。そして村人を配置する場所と村人をトロッコに乗せる場所結構離れてるんで、お互いの状況がねつかみづらいんですよ。さらには村人ってたまに落下死してしまいます。なので下で村人の配置をしている人が必要な村人の数をチャットで要請して、それをもとにトロッコを発射させる人が人数分トロッコを流して、そしてレール切り分けの人がチャットをした人をもとにオンオフを切り替えるっていう、まさに工場のようなシステムが完成しました。なのでこの状態で一気に村人を配置していきます。
はい、これで村人の配置終了です。なんとこれだけの人数がいてもかかった時間は9時間以上と、これを一人でやってたら何時間かかるのかもう想像もできないですね。村人はしっかり1584人配置されています。では次はですね、ここにいる村人を村人ゾンビにして配置していきます。必要な数は390体なので、そこそこの人数をゾンビ化させないといけませんね。ちょうど都合のいいところにゾンビ歩いてたので、このゾンビを使って増やしていきます。これに今度デスポーンしないように名前付けます。ではこれも村人と同じように上から落として配置するようになるんですが、ゾンビはトロッコのまま下ろしていきます。これで1体目完了です。これはあと390回繰り返していきます。はい、これで配置完了ですね。これで村人とゾンビの配置は全て完了しました。村人は落下死とかの影響で1000人くらいいなくなってしまったと思います。では最後にネザーゲートを点火していきます。これで現世側とネザー側全て準備が完了したので、いよいよ装置動かしていきます。現世側のゴーレムトラップの一番下に制御室があるので、ここのレバーをオンにすると動き始めます。装置が起動すると信号がレールとオブザーバーを伝って外側へまず行きます。そしてそのまま上へと行って各階層でその信号を受け取ります。そしてその信号が全てのゾンビを1マス上に上げて村人を起こします。それによってゲートのところにゴーレムがスポーンするのですが、一瞬でネザー側へ行きます。それがこのゴーレムトラップ11層全てに同じ現象が起こります。そしてネザー側はどうなっているかというと、先ほどちょっと見せたようにすごくコンパクトになっています。上の方が処理層で下の方が倉庫になっています。この上のゲートからゴーレムが出てくるのですが、最大で70体一気に出てくることがあります。しかも音がすごいです。そして下の溶岩に落ちてきて時間をかけて処理されて、アイテムがドロップしてスライムブロックで押し出され、シュルカーボックスローダーへと流されていきます。これがこのゴーレムトラップの大まかな仕組みになります。ということで今回は毎時16万の鉄が手に入るゴーレムトラップを作りました。なんとこの装置、設計と材料集めを除いてたった3日で作られました。これでもう鉄には困らないので、いろいろなことができるようになります。それではまた。